はようございます。たかしです。本日は12月1日金曜日、ただいま9時50分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、ノートメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。ではまずポンド円の冷やしからですね。現在は上昇トレンド中、高値を切り上げ、安値を切り上げの上昇トレンド中、その最高値付近で現在はダブルトップからの下落になるのかなというところ。ただし下落と言いましても基本は GMMA が上を向いてますので、その調整の下落中ですね。そして現在は過去の高値付近、黄色丸の高値に白い水平線を引いてますが、186.8 付近というところで昨日下げ止まった形になってます。ちょうどここローソク足を見ていただきたいんですが、この直近の下落、この最高値からの下落ですね。陰線が連続3日間、そして昨日が上髭と下髭を伴った陽線になってますので、こういうのが出てくるとここから一旦上昇転換に変わるのかなというところです。ただまだ GMMA まで少し距離がありますので、ここから上昇していくのかって言われるとちょっとそれは微妙なのかなと。一旦の現在地付近での踊り場を作ってくる可能性、そして GMMA が追いついてくる、もしくはもう一段の下落後の上昇、もし上昇するのであればそういうイメージを持っておきたいので、もし現在地付近で止まるのであればここでの揉み合い、レンジになってくるのかなという、そんな大まかな印象を持てます。ストキャスティクスは下落中ですので基本的に上値は重いと思います。では4時間足です。4時間足では一度この GMMA の青帯を下抜けました。ただ現在は GMMA が横ばいになってきてますのでちょっと微妙かなと。先ほど冷やしで言ったようなレンジになってくる可能性を考えておくのがいいと思います。昨日下落はしてきたんですが、このピンク丸の安値が意識されてそこからの反発上昇。ただし GMMA の青帯を結果的にローソク足の実態で上抜けられていませんよね。長い上髭も伴ってますので上値が重いのはよくわかります。ストキャスティクスはまだ上昇余地がありますので本日も上昇しようとはするかもしれませんが、基本的には昨日の高値安値っていうところでのレンジをイメージしておくのが分かりやすいんじゃないでしょうか。では1時間足です。1時間足はこの下落に対してちょっとこの下落の傾きが変わってきたの分かりますか。この水色の曲線を描いてますが、今までの下落の角度に対して少し角度が変わってきているんですね。ということはここから上昇転換していく可能性、こんな感じで緩やかに上昇していく、そんなイメージも持てるんですが、まだ明確なトレンド転換は起こしておりませんので、まず昨日は GMMA の青帯の上に乗せてきて、今その辺付近で定着できるのかっていうのを本日は見ておきたい。 GMMA の青帯付近でここで下げ止まるのであればここからの上昇っていうところを見ておきたいんですが、まずは昨日の高値までですね、187.5 付近、この辺りでどうなるか。 187.5 付近を明確に上抜けてくるともう一段上昇していくと思いますが、そこを上抜けられないと昨日の高値とのダブルトップでの下落っていうところも考えられます。ただ下落しても底堅い動きはしそうです。現在日足のこのラインもありますし、1時間足はこの強い上昇の視点になったところもこの赤い水平線を描いてますが、その辺付近も底堅い動きをする可能性がありますので、その辺は見ておきたいですね。ただ基本的には今まだ下落トレンド継続中ですので、下落トレンド崩してません。4時間足も GMMA の青帯で上値を抑えられてますので、売り圧力が強いことも確かですけれども、1時間足を見ているとそろそろ転換していくのかなと、上昇方向に動きそうだなという雰囲気も感じますので、その辺どちらも見ておけるといいと思います。では次はドル円の冷やしです。ドル円冷やしはオレンジの平行チャンネルの中で動いてまして、その下限からの昨日反発上昇になってきております。ただし GMMA の青帯の下に潜り込んできて、そこでの今下落トレンドですよね。ここに下落トレンドを作ってまして、その途中調整の上昇中と見れますので、ここからもう一段下落していく可能性は考えておきたいです。 GMMA の青帯を上抜けてくるとまたイメージが変わってくるんですが、今のところ GMMA の青帯までまだ届いてませんし、そこまで来たところでは再び下落する可能性が高いとは思いますので、その辺を見ておくといいですね。では4時間足です。4時間足は今綺麗に GMMA でレジスタンスされての下落になってきてます。ここ先日もそうでしたよね。そして昨日から本日にかけても今 GMMA
GMMA の青帯で上値を抑えられて下落するのかなというところ。現在は白いトレンドライン、これざっくり引いたラインなんですが、それに沿って下落をしてきておりますよね。トレンドライン付近からの下落、こちらもトレンドライン付近からの下落。今現在のこの上昇、トレンドラインまで届いておりませんので、もう一段上昇してくる可能性、今は下落方向に動いてますけれども、もう一回上昇してくる可能性も考えておきたい。そしてトレンドラインにぶつかってくると再び下落していく可能性なんですが、今日足の平行チャンネルの下限がここ、オレンジのこのラインがありますので、その辺まで下がってくれば再び底堅い動きをする可能性があるので、その辺で今挟まれた三角持ち合いになってくるかもしれませんね。上限がこの白のライン、そして下限がこの右上がりのオレンジのラインというところでの三角持ち合いに入っていく可能性も考えておきたいです。ですので本日下落してきたとしても、昨日安値付近から再び反発上昇していく可能性、それは三角持ち合いの上限を目指して上昇していくですね。そのような可能性を考えておきたい。そう考えると、この右下がりの白のラインと右上がりのオレンジのラインを抜けた方についていくのが今は分かりやすいかもしれませんね。もしくは上限下限に引きつけて、そこから逆向きの動きっていうのをイメージしておくか、抜ければそちら方向についていくっていう感じでしょうか。ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきておりますので、今は一旦過熱感の解消ですね。昨日のこの上昇に対する過熱感の解消に今は動いているので、このストキャスティクスの過熱感を解消してくれば再び上昇していく可能性は考えておいた方がいいと思います。では1時間足です。先ほど4時間足では大きめの三角持ち合いを描いてました。その中で1時間足はさらに小さな三角持ち合いを描いております。今ちょっとここ下抜けかけているんですが、ちょうどこの GMMA でサポートされるかどうかっていうところが本日のポイントだと思ってます。現在1時間足はこういった上昇トレンドですね。昨日の上昇で高値を超えてきました。そして現在は日足の平行チャンネルの下限で安値を切り上げてきてますので、基本的には上昇トレンドを描いております。今 GMMA の青帯付近にありますので、ここでサポートされれば再び4時間足の白のトレンドラインぐらいまで上昇していくとは思いますけれども、この三角持ち合いを下抜けてくれば、今下抜けてきてますが、そうすると昨日の安値ぐらいまで下落してくるのかなというふうには考えられます。ただその場合でも直近1時間足では上昇トレンドを作ってますので、直近のこの安値 146.8 付近を明確に下抜けるまでは上昇トレンド継続って思っておいた方がいいと思います。で、またこの直近の安値、昨日の安値ですね、そこを下抜けてきた場合は、日足の平行チャンネル下限がすぐ下にありますので、そこを強く下抜けられるかどうかっていうところに本日は注目。勢いよく下抜ける場合もありますが、もし勢いよく下抜けられないのであれば、日足の平行チャンネルを下抜ける騙しになってまた上昇していくっていうことも考えられますので、その辺よく見ておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝講師の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、メンバーシップはそんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。